皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回は10月の手帳セットアップの様子をお届けします。手帳の模様替えをするときは何かしら新しいサイクルを意識すると気分が変わって自分をリセットすることができます。ということで早速行ってみましょう。9月が終わってなんとなくやり残したことがあるような気がしている方もいるかもしれません。私もその一人です。時間の流れはあっという間ですよね。でも今年最後の3ヶ月はどんな小さなことでも自分を誇れる瞬間をたくさん見つけたい。ということで手帳のセットアップをする前にどんな3ヶ月にしたいのか少し考えてみました。10月から12月は年末に向けた準備や振り返りの時期です。新しい年を迎える前にできるだけやり残しがないよう無理のない範囲で目標を考えます。この無理のない範囲というのがすごく大切なポイント。大きすぎる目標だとプレッシャーを感じることがあるので、日々の生活とのバランスを保ちながら取り組める小さい目標を設定してモチベーションが下がらない工夫をします。どんなジャンルに焦点を当てるといいかなとひとまず書き出してみました。すべてを完璧に進めることは難しいので、今一番自分が気になるところを見つけます。こうして書き出してみるとたくさんやり残しがありますね。カラーペンで気になるところをチェックしましたが、やはり年末になってくるとお家のこととか今年の1月に立てた目標の進み具合がとても気になります。この2つは絞れなかったので、それを踏まえたセットアップを考えてみました。手帳の時間公式ショップではステッカーのサンプルがついてくる3ヶ月のテンプレートを販売しています。それぞれのカラーテーマは10月が秋色パレット、11月が甘い香りとぬくもり、そして12月が時が止まる瞬間です。毎月のフレッシュスタート効果が期待できる手帳テンプレート。自分の中でどんなに時が止まっていても、失敗していても、後悔していても、月始めには必ずリセットして新しい気分でスタートを切ることができます。手帳テンプレートは切り貼りする必要があるので強制的に自分時間が必要になりますが、そこがとても大切なポイントです。流れるような毎日や忙しい毎日が続くと知らず知らずのうちにストレスがたまりますよね。自分時間を設定してこのように手先を使いながらセットアップすることで精神的にも肉体的にも疲れを癒すことができます。この充電タイムは長期的な幸福感とか満足感にも関わってくるので、意識して月始めに日程を決めるのがおすすめです。私はいつもセットアップする日から予定組みをしています。では準備も整ったところで実際に手帳に貼り付けていきましょう。最後の3ヶ月は長期的に見ていきたい目標や項目が多いので、いつもと違うセットアップをしようと思っています。この時期は新しい手帳が販売されてウキウキ気分になりがちですが、本来の目的を忘れず今この瞬間を楽しむことも大切です。テンプレートはすべてカットして自分の目標が管理しやすい位置にこんな感じで仮止めします。一度に貼ると貼り直しが大変なので一部のシールを剥がしてまずは位置を整えるのがおすすめです。そして少しずつ丁寧に貼り付けていく。この作業が楽しいと感じるようになったらきっとあなたも手帳が続けられるはずです。1ヶ月後はきっとこうなってるよねとか、年末は誰とどうしているとか、1ヶ月後や3ヶ月後の未来の姿が自然に想像できると、今を乗り越えるためのエネルギーが生まれてきます。
自分のペースで進んでいけば必ず道は開けるし、他人と比較したり無駄な時間を過ごすよりも、いつも生き生きした自分でいられる方が幸せですよね。たった3ヶ月だけど自分を成長させたり、生活に変化をもたらしたりするのには十分な時間です。皆さんは残りの3ヶ月で何をしたいと思いますか？もしまだ決まってないよという場合は、ぜひ自分自身に問いかけてみてください。今回は10、11、12月の大きいマンスリーを最初に貼って、3ヶ月の流れを意識するフォーマットにしてみました。マンスリーの後はいつも通り1ヶ月ごとのフォーマットです。これからどんな3ヶ月が待っているでしょうか？どんなことを感じているか、どんな夢を持っているか、自由に書き出すってすごく楽しいし、気持ちがふわっと軽くなります。ちなみに私の使い方ですが、最初にメモ帳に書き出したように、お家のこととか、今年の1月に立てた目標の進み具合を少し細かく分解して、それぞれ小さい目標を新たに作ることにしました。例えばお家のことだったら、今の問題点は物が必要以上に溢れていることです。物が溢れている問題を手帳で解決するための方法を考えます。例えばリビング、キッチン、クローゼット、子供部屋など、家の各エリアをリストにしたり、手放すリスト、大切にしたいリスト、進捗の記録、収納アイデアの記録などを作成したり、毎週土曜日の午後1時はクローゼット整理とか、小さい目標を立てれば大きなプレッシャーを避けて生活の中に溶け込ませることができると思います。点と点がつながって線になる日を年末と設定するだけで、なんだかやる気が出てきます。これはたった3ヶ月だけだからと自分に言い聞かせると、終わりが見えてくるので集中力が高まって、より行動しやすくなりますよね。私の日付シートの切り方はこんな感じ。時短になるよう半分のシールをめくってギリギリのところまで切り込みを入れます。こうするとプチッと手で簡単にちぎれるし、貼り剥がしもスムーズなのでおすすめです。日付下の2つの枠にはいつも起きた時間と天気を記入しています。ではすべてのページを見ていきましょう。10月から12月の大きいマンスリー。その後はいつもと同じように未来の自分へのお手紙や習慣トラッカー、子供4人分の子育て一言日記などを設定しました。10月はリスト制作が多めなので、ウィークリーページはこんな感じで余白を作っています。フォーマットが完成したら最後にテーマカラーに合った文房具を選んでいきます。日々の記録に使いやすい小さめステッカーが好きなので、10月に使えそうなものを選んでみました。これから夜が長くなるので、こんな感じも素敵ですよね。その月が来る前に文房具屋さんでテーマに合ったステッカーを見つけることがとっても楽しいです。絵本の世界が好きなので、大人気こぐまちゃんシリーズのステッカーでも可愛いはず。パンケーキのオレンジやイエローが10月のテーマカラーによく合っています。マンスリーページはこんな見え方です。大きさがちょうどよくて最高。ウィークリーページでも試してみましょう。一つ貼るだけでもページがパッと明るくなります。この夜空のステッカーは10月でも可愛いし、赤系の色が入っているので11月でも使えそう。11月のテーマカラーに合わせてみました。やっぱりすごくいい感じになりますね。使うペンなどもあらかじめ決めておくと1ヶ月のイメージがしやすいです。これも使いやすいし、リスト系をいくつか書きたいので、ジュースアップの暖かいカラーを使うのも良さそう。こうやっていろいろと悩みながら10月の準備を進めます。
クリスマスまでにはお家をすっきりさせたいと思っているので、お家をすっきりさせるためのステップも考えてみました。まずはお片付け。不要なものを減らして、次はお掃除でピカピカにします。最後は少し模様替えをして気分を上げることができたら100点満点。この1、2、3のステップを踏むことで、クリスマスツリーがキラキラ輝くすっきりとしたお部屋でみんなでクリスマス会をするという楽しい目標ができました。10月は空いている時間はほとんどお片付けに没頭しそうです。皆さんもぜひ自分の生活と絡めながら楽しい目標を探してみてくださいね。そして私も10月の目標をコメント欄に残すので、皆さんもよかったら残してみてください。必ず読みに行きます。最後はバレットジャーナル初めてセットのご紹介です。少しアップデートしたテンプレート。カラーはブラウン系のベーシックカラー1色のみ。このテンプレートはバレットジャーナルに必要な項目がすべて入っています。タイトルページを作ったら、次はキーというアイコンの設定をして、フューチャーログのページでは年間カレンダーを活用して、まだセットアップしていない未来の情報を整理します。年間カレンダーは1年を通して記録しておきたいことの把握にとっても便利。使い方のヒントも記載していますので、どんなリズムを把握したいのかぜひ考えてみてください。物販をご利用の方には予備でもう1枚追加しています。人生を楽しむためのバレットジャーナル。手書きが苦手だったり、最初から失敗するのが怖いよという場合は、ぜひテンプレートを活用して自分だけの手帳を作ってみましょう。ということで今回の動画はこれでおしまい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。